実は酔っ払いながら撮影させていただいてるんですけど匂いが美味しいです。食べてもちょっと美味しい甘い味がします。こんにちは、過酸化水素水です。普段は DJ として、そして橋本商事の社長としてやらせていただいております。今日はヘルスゴスチャイナのコーディネートを紹介したいと思います。ヘルスゴスって何ぞやって思う方もいらっしゃると思いますが、ヘルスゴスっていうのは、ゴシックとスポーティーをミックスさせたジャンルで、まだ日本に浸透してないので、私はすごいヘルスゴス好きなんで、もっと広めたいなと思ってこのコーディネートを紹介させていただきます。今日はヘルスゴスにあとチャイナの要素も実はちょこっとだけ入ってるので、合わせてヘルスゴスチャイナということで紹介させていただきます。じゃあよろしくお願いします。まず下地に使用したのがビオレ UV 化粧下地皮脂テカリ防止です。これは日焼け止め兼皮脂テカリ防止がその名の通り入っていて、すごい使いやすいです。この羊羹みたいなパフと一緒に使うことによってすごく伸びて顔に密着してくれて使いやすいです。夏でも冬でも使えるんですごくおすすめです。次に使用したのが不老不死イオンデクッションカバー01ライトベージュです。私今日は実は酔っ払いながら撮影させていただいてるんですけどこちらカバータイプということで、私のすっぴん状態の顔からご覧の通りしっかりとカバーしてくれるという優れものです。酔っ払っててもこれで全然バレないです。それにこれなんかイオンデクッションの名の通り、なんかすごく顔にいい成分が入ってるらしいのでヘビロテさせていただいております。そしてさらに酔っ払いを隠すために使用したのがセダンヌさんの UV クリアフェイスパウダーラベンダーパール入りです。こちらも日焼け止めの成分が入っていて、肌の赤み、酔っ払ってる時の赤みを消してくれるのですごくおすすめです。顔に透明感を与えたい人とかにもおすすめです。でこの時に実はすごく自分の中でやばいつけすぎたと思ったのでこちらの大きいユニコーンブラシでサササササーと軽く払っておきました。同時に毛穴とかも綺麗に見えないようにさーっとやりました。次に使用したのがキャンメイクグローフルールチークスの03番です。こちらを目頭にグリグリグリと入れて、目尻にサササーっとやって、過去の動画男受け悪いメイクに使ったみたいな感じに入れました。結構これ毎日メイクみたいな感じなんですけど、この入れ方が実はこのコーデにすごい合ってるなって思ってます。アイシャドウに使用したのがビセアバン21番のクラシカルレディです。こちらの色がですね、すごく不思議な色で、深いローズ系のレンガ色なのか赤なのか、でもちょっとメタリックなボルドーみたいな感じです。そう、メタリックなボルドーですね。ちょっとけばくなりがちなんですけど、それをこううまい感じに入れていきました。後ほどブラシでぼかします。入れる位置はアイホール全体的に眼球の上をなぞるように入れるのがポイントです。そうすると目が大きく見えます。締め色に使用したのがビセアバン23番のレッドブリックです。こちらを二重の幅と目尻の下に入れて、あと涙袋の下を通過するように入れました。そうすることにより若干アンニュイに見えます。一応5数なので、こういう暗い色を使ってゴシック感を強めていきます。この時によく筆でさっきのクラシカルレディとレッドブリックをなじませるようにぼかしていきます。
次に使用したのがキャンメイクグロフルールハイライター01番です。これは筆をギュッとつまんで縦長になるようにして鼻のてっぺん高いところにこう筋を描くように入れました。それと C ゾーンとこの頬の部分にも軽く入れました。そうすることで顔に立体感が生まれます。次に使用したのがキャンメイクマットフルールシェーディングの01番です。これは男受け悪いメイクにも使ったんですけど、あの時ほど濃く入れず、目と鼻のくぼみのとこ、眉の下らへんに入れてくぼみを強調するようにちょっと強めに入れました。メガネで隠れるのでその分強めに出そうかなと思って塗りました。次に使用したのがキャンメイククリーミータッチライナーの02番。これはブラウンです。黒でも良かったんですけど、ちょっとナチュラルに見せたかったので石灰ラインをちょっと強めに描いて、今回はちょっと意地悪そうな感じに跳ね上げラインを描きました。すごくこれ落ちないのでおすすめです。次に使用したのがセザンヌボリュームコームマスカラのブラックです。これは700円ぐらいなんですけど、すごくコームがいいのでバッチリセパレートしてくれます。さらにこのなんでしょう、私は上のまつげにマスカラ塗らないタイプなんですけど、セザンヌさんのこのコームのマスカラは下まつげに塗るとすごくバッとこう一気にゴスな感じが出ますなのですごいアンニュイなメイクしたい人にはおすすめです。つけまつげに使用したのはミッシュブルーミンアイラッシュ03番ピュアスイートです。全然ピュアでもスイートでもないんですけど、これはあんまりバサバサしてないつけまつげなので女の子っぽく見せたくない人とかにはおすすめです。使用したつけまのりはティーアップさんのつけまのりです。これはミッシュブルーミンさんでもよかったなって思うんですけど、ミッシュブルーミンさんがちょうど切らしてしまっていたので先買ってきました。リップはイヴ・サンローランさんのボリプテウォーターカラーバーム10番ディバワミプラムです。まず唇の中心、下唇の中心に塗って、そこからぼかすように塗っていきました。ポイントはなるべく中心からこうぼかすように、輪郭を取らずに、あえて取らずにこうさささっと塗っていって、唇をこう何回かこう重ね合わせて様子見しながら塗っていくのがポイントです。もし苦手な人はこう綿棒とかでやるのもすごいおすすめです。ボリプテウォーターカラーバームなんですけど、すごい唇にいい成分がたくさん入ってるのと、匂いが美味しいです。食べてもちょっと美味しい甘い味がします。なんて言ったってこれサッカリンが入ってるらしいんでそりゃ甘いだろうと。甘いんでおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。ヘルスゴスチャイナメイク&コーディネート。まだまだ日本にはヘルスゴスの人が少ないと思うので、今後増えてくれればいいなと思っています。チャイナルックもいいですけど、ヘルスゴスチャイナっていうこの3つのカテゴリーが一つになってるのってすごく楽しいと思うんで、いろんなジャンルにトライしていくのはすごい楽しいことなのでおすすめです。よかったらチャンネル登録と、あと他の動画もご覧になってください。他にもたくさん可愛いパティーンさんに出演させていただいているので、そちらの動画もチェックしてください。あと Twitter もやってますので、そこからアクセスしていただくと、私の私生活が丸見えです。ではまた。ありがとうございます。